20代の生活保護が25年前の7倍に増えた。このニュースを見て、若者が甘えてるだけだろ。そう思った人、多いと思います。でも、結論から言います。これは甘えではありません。むしろ、普通に生きてても、住む人が増えた。これが現実です。今日はこのニュースの裏側を、データとリアルな構造から解説します。先に結論を言います。20代の生活保護が増えた理由は、この4つです。働いても生活できない、親に頼れない、一人暮らしのリスク増大、メンタル不調の増加、つまり、努力不足ではなく、社会構造の問題です。まず数字です。25年前、20代の単身生活保護は約4000人、現在約2万8000人、7倍です。さらに、生活保護世帯は約165万世帯で過去最多。ここで重要なのは、高齢者だけじゃない、若者も増えているという点です。原因1、働いても生活できない。これが一番大きいです。今の日本は、非正規雇用の増加、低賃金、不安定収入。昔は、正社員安定収入。今は、非正規派遣ギグワークが増加。結果、フルタイムで働いても生活できない。さらに、若年層の収入は、ピークから約1割減少。つまり、働けばなんとかなるが、崩壊しています。原因に、親に頼れない。昔は、実家に戻る。親が支える。これがセーフティネットでした。でも、今は、親も余裕がない。年金不安。関係が希薄。つまり、最後の逃げ場がない。原因3、単身化のリスク。未婚化。一人暮らし増加。単身は、収入が止まる。即終了。失業したら終わり。支える人がいない。家族がいれば、耐えられることも、単身だと、一瞬で積みます。原因4、メンタル社会適応、うつ、発達特性、人間関係のストレス。こういった理由で、働けない人が増えています。そして、一度離脱すると、復帰が非常に難しい。結果、生活保護に流れます。ここが一番重要です。今の日本は、転んだら終わる社会になっています。雇用は不安定。給料は低い。家族は支えてくれない。つまり、一回失敗したら、回復できない。これが昔との決定的な違いです。よくある意見、若者が働かないだけ、違います。働いても無理な人が増えた。楽して生活保護、違います。ほとんどの人は、限界まで耐えています。この問題は、若者の問題ではなく、社会の問題です。そして、これは、誰でも起こりうる話です。明日は自分かもしれません。あなたはどう思いますか？甘えだと思いますか？それとも、社会の問題だと思いますか？ぜひコメントで教えてください。